こんにちは、副業先生です。副業の代名詞とも言われるネットワークビジネス、一般的に MLM、マルチレベルマーケティングとも呼ばれるネットワークビジネスの会社について、歴史や売上、今の現状、報酬プラン、さらに世界での市場についてを分かりやすく解説していきますので、興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回のテーマは日本での売上ランキング第5位のニュースキンについて解説していきます。ニュースキンはアメリカのユタ州に本社を置く国際企業で、化粧品や健康食品、サプリメントを開発、製造、販売しています。彼らは連鎖販売取引、マルチレベルマーケティングを採用しています。1984年にユタ州で設立されたニュースキンは、化粧品や健康食品、サプリメントを提供する国際企業です。同社は1996年にニューヨーク証券取引所に上場しました。ニュースキンは噴水をモチーフにしたロゴマークで知られるブランドです。主力商品であるサプリメント、ファーマネックスは乳鉢に葉を入れたデザインのロゴが特徴です。ニュースキンはマルチレベルマーケティング、MLM を採用していますが、商品の販売方法は直販、B2C であり、在庫を持たない第三者による販売ではありません。商品は販売員、ディストリビューター経由ではなく、直接消費者に送付されます。ニュースキンはエクスペリエンスセンターという実店舗を各地に設置し、消費者が商品を試したり購入したりできるようにしています。中国では MLM 方式が認められていないため、ニュースキンは直営の専門店舗で商品を販売しています。また、ニュースキンは2002年のソルトレイクシティオリンピックの公式ゼネラルスポンサー及び公式サプライヤーであり、2000年のシドニーオリンピックまで米国オリンピック委員会の公式スポンサーでもありました。日本法人のニュースキン。1993年4月23日、ニュースキンは日本での事業を開始し、世界で7番目の海外事業を展開しました。その後、1995年8月には日本法人を設立し、社名をニュースキンジャパン株式会社としました。ニュースキンの日本での歴史。ニュースキンの日本での歴史は次のようになっています。1993年4月23日、東京都港区芝にて日本支社を設立し、日本での事業を開始。1995年3月、新宿アイランドタワーにオフィスを移転。6月、日本訪問販売協会に加盟。8月、日本法人へ改組し、ニュースキンジャパン株式会社として再編成。11月、大阪に支店を開設。1997年12月、福岡に支店を開設。1998年5月、物流センターを横浜市鶴見区小黒ふ頭に移転。1999年6月、東京都江東区有明にコールセンターを開設。2000年2月、事業部制度を導入。2005年9月、名古屋に支店を開設。2009年8月、福岡にエクスペリエンスセンターを開設。2009年11月、名古屋にエクスペリエンスセンターを開設。2010年5月、配送センターを東京都大田区へ移転。6月、東京にエクスペリエンスセンターを開設。11月、大阪にエクスペリエンスセンターを開設。ニュースキンの現状。MLM、マルチレベルマーケティングの世界には数千もの企業が存在し、その中でアメリカ国内に上場しているのはわずか十数社に過ぎません。上場している企業は厳しいルールに基づいた公開財務諸表を提出し、会計の品質を維持する必要があります。これにより、上場企業の MLM 企業は非上場企業よりも信頼性が高く、客観性が保たれています。ですから、ネットワークビジネスを始める際には上場企業を選ぶことが重要です。ニュースキン社は1996年に上場して以来、15年近くにわたり健全な財務諸表を維持し、上場を続けています。上場を維持すること自体が困難であり、極端な例ではありますが、過去にはナチュラルヘルストレンズコーポレーションが粉飾決算の疑いや経営陣との内紛により一度上場廃止になったことがあります。現在、ナスダックに再上場していますが、純損失を繰り返し、配当が出ていません。このような過去の事例からも、企業の財務健全性と経営の安定性を十分に考慮する必要があります。現在、ニュースキンは S&P500 のメンバーの一社に選ばれています。S&P500 は株価の代表的指標であり、上場企業の中でえりすぐりの企業が含まれます。時価総額や業績、自由に売買できる株の比率など、厳格な条件を満たす必要があります。
最近ではテスラモーターズが S&P500 入りを期待されましたが、残念ながら見送られました。つまり成長が著しいテック企業でさえ安定性の壁に直面して S&P500 入りを果たすことが難しい状況です。ニュースキンに関して世界最古の格付け会社であるダン&ブラッドストリート社から最上位の格付けである 5A1 が与えられている事実もあります。これは非常に安定性、収益性、資本規模が高い企業であり、投資する価値があることを示しています。米国本社は株主の利益を第一に考えており、その信頼性の指標は投資家にとって重要な情報です。ただし、ニュースキンビジネスを考える際には注意が必要です。戦術の高い信頼性の指標は株主にとって有益な話であり、ニュースキン会員にとって有益な指標ではないことに留意する必要があります。実際、ニュースキン会員の視点からは、米国本社が日本市場に対してどのような関心を持っているか疑問視される点がいくつか存在します。ニュースキンは年次報告書で、年間の売上とその内訳を正確な数字で投資家向けに公開しています。報告書は英語ですが、日本の情報も含まれており、誰でも読めば客観的な数字を確認できます。売上について、売上の推移を見ると、2013年の総売上の急増を除き、堅調にグローバルマーケットで成長していることがわかります。2013年の売上増加は、ニュースキンの公式資料によれば、中国市場で導入されたエイジロックが牽引役となり、急増したと報告されています。しかし、中国当局の規制強化により翌年に急激な減少が見られました。売上の比率を見ると、中国に売上が大きく依存していることが明らかです。中国の売上は日本の3倍を維持しています。日本支社の売上を見ると、1998年以降減少傾向にあり、驚くべきことに2013年には韓国支社に抜かれる状況となっています。1998年は特定商取引法の改正により、違反に対する罰則が大幅に強化された年でした。これを機に、企業は自己保護のためにコンプライアンスを強化しましたが、結果として日本市場が大きく縮小しました。日本アムウェイも1998年に日本国内の MLM 企業で最高額の売上を達成しましたが、その後衰退することになりました。日本の厳しい規制改正により、成長の兆しが見られない中、中国市場が3倍近くを維持していることから、米国本社が日本ではなく他の国のマーケットに注力していることが明らかです。実際には日本、中国、韓国以外の東南アジアでの売り上げが非常に伸びているという事実も財務諸表から見て取れます。このような状況からもニュースキンがアジア地域での成長に重点を置いていることがうかがえます。報酬システムについて、ニュースキンは世界で唯一のロールアップと呼ばれるシステムを採用しており、これはかつて最も厳しい報酬システムとして知られていた旧システムよりもさらに収益を得にくい新システムを2018年9月に正式に導入しました。新しい報酬システムを見る限り、私の視点では旧システムよりも現金化が難しくなったと結論付けています。その最大の変更点はブロックの概念の導入です。以前は報酬支払いの条件さえ満たしていれば、ポイントに対して全額の報酬が計算されていました。新報酬システムではポイントの現金化が1ブロック500ポイントで割り切れた部分だけ可能となり、500ポイントに満たない部分は現金化されなくなりました。これにより、現金化されない部分に対する報酬が支払われなくなり、会員のモチベーションが低下する可能性があります。中国や韓国の売上チャートを見ると、この報酬システム改定に対する反応が見られ、売上がわずかに減少していることがわかります。特に売上を支えるブランドレップ、旧エグゼクティブメンバーに対する変更があったため、諦めるメンバーが増えているとの報告もあります。この影響はかなり顕著に表面化する可能性があります。ニュースキン本社の視点からは、各国の売上を合算して前年度を上回れば良いため、ニュースキンジャパンにとって痛手であっても、ニュースキン本社は容赦しないということが言えます。日本市場と韓国市場の違いについて、韓国では価格に対する報酬の割合について、日本よりも厳しい制限が法律で定められています。そのため、韓国ではマルチ商法に関連した被害者意識が日本に比べて低い傾向があります。日本、中国、韓国市場の違い。日本市場と中国市場の大きな違いは、中国国内の法律により、会員自身がサロンを自前で用意しないとマルチ商法に参加できない点です。この事実は、
気分を害される方もいるかもしれませんが、日本国内では会員や元経験者が誰でも参加できる性質から二極化が著しい現状があります。夢だけを見させられてお金だけ投じていつまでも詐取されるけど少しでも儲からないと被害者意識を持つ低所得者という層や、その低所得者をうまくマインドコントロールしてお金を出させるリーダー格といった層が存在しています。中間層でマルチ商法に参加する人は少ないため、低所得者から購入者を募ることが現実です。中国の場合、サロンを設置できる層は比較的所得の高い富裕層に限定される傾向があります。また、会員自身の経営に対する意識や姿勢も日本の低所得者会員と比較して労働者体質や被害者意識を持ちやすい傾向がありません。むしろリタレシーやマネージメント能力が高く、会員の意識や質は非常に高いです。そのため業界への参入障壁が高いにせよ、中国の会員は日本の会員と比較して非常に高いレベルにあります。また、サロンを設置することはそのサロンを経営することを意味します。したがってサロンのお客様が定期的に商品を購入し利用してくれるため、経営の視点から見て無駄な大量買い込みや借金といった誤った意思決定をする会員が少ないというのも一つの理由です。中国の参入障壁の高さにより、経営的感覚でビジネスを行う会員が多いため、本社が新システムを導入しても中国国内の会員は全体の売上に対して日本国内の会員よりも悪影響が少ないと見ることができます。韓国では報酬還元率に関する法律があり、報酬プランは主に愛用者を集める小売りに依存しています。つまり製品を純粋に販売していくイメージがあります。中国でもサロンを経営しながらニュースキン会員が経営するサロンの利用者に対してニュースキン商品を提供することで月のノルマを達成することが一般的です。これも商品を販売していくイメージです。日本では報酬プランに基づいて発生する報酬に依存しているため、単純に売上に満たない部分は中国や韓国と比較して圧倒的に自ら買い込みをするという傾向があります。一方で商品を販売することもありますが、報酬プランに依存する傾向が強いです。2013年にニュースキンが全世界で主力製品として大々的にプロモーションしたエイジロックの新商品投入時には、一般的に考えればニュースキン会員はそれに乗って積極的に商品を売りたいと考えるでしょう。中国や韓国だけでなく、全体の売上の前年比は中国や韓国の合計値以上の上昇率を示しています。したがってニュースキンの戦略に従い、全世界のニュースキン会員がエイジロックを積極的に販売したと考えられます。グラフでも前年比で増加しています。しかし日本の売上高は2012年の約489億円から約402億円まで減少しています。日本の売上の減少は商品を単純に販売するという姿勢が第一になっていないことを示しています。報酬システムの改定後の2019年度の売上については、日本支社の売上はあまり反応がありませんでしたが、中国市場や韓国市場を含む全体的な売上が下がったという状況でした。しかし、注目すべきは当期純利益の増加です。2019年度の当期純利益が増加したことは、厳しい報酬システムの改定にもかかわらず、ニュースキンが効果的な経営戦略を展開し、組織の収益性を向上させていることを示しています。この増加は、経営陣の効果的な経営方針や事業戦略の適切な実行によるものであると考えられます。売上が下がった上で純利益が増加しているということは、減った報酬分が株主に還元されている可能性があります。純利益は株主に配当として支払われるための原資ですから、この増加は株主への利益還元の一形態とみなすことができます。したがって、日本でマルチ商法を行うよりも、その投資資金をニュースキンの株式に回す方が、元本割れのリスクがある株式投資であっても、安定度が高く配当を得られる可能性が高いという結論に至ります。まとめ。ニュースキンの事例を通じて、マルチレベルマーケティングビジネスの実態とその影響を理解することができます。ニュースキンは厳しい報酬システムを導入し、会員の売上に対する報酬を制限することで収益性を維持しています。その一方で、日本を含む一部の市場では売上が減少しています。売上が減少している中で、ニュースキンは純利益を増加させています。これは、減少した報酬分が株主に還元されている可能性があります。そのため、株主にとっては投資としての価値があります。結論として、ニュースキンの事例から、マルチ商法に投資するよりも、
その資金をニュース金の株式に回す方が安定性が高く、配当を得られる可能性が高いという考え方が示されます。ただし、株式投資にもリスクがあることを忘れてはなりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。